アギトアリ、熱帯や亜熱帯を中心に、世界に分布しているアリで、日本にはアギトアリと沖縄アギトアリの2種類が分布しています。もともと本州にはあまり生息していないアリでしたが、近年、分布域を広げ、いろいろな場所で生息が確認されるようになりました。アギトアリといえば何といっても特徴的な大顎ですね。この大顎を使って、昆虫や節足動物などを捕らえます。今これは、ジムカデのようなものですかね。これを捕まえて、巣内に運び入れようという、場面です。またアギトアリはハリアリの仲間でもあるので、毒針を持っています。獲物を仕留める際にこの大顎と、毒針を使って獲物を仕留めるという感じですね。日本では、ハリアリの仲間としては最大のアリで、体長は1センチほどになります。大顎を開いた角度は約180度、かっこいいですね。誰もが憧れる種類ではないでしょうか。2020年の6月、幸運にもこのアギトアリの女王を採集しました。結婚飛行の時期は本来夏の終わりから秋にかけて飛行する種類のようなので、時期としてはだいぶ早い時期です。もしかしたら結婚飛行ではなく、初期コロニーの女王がたまたま地表を徘徊しているところを見つけたのかもしれません。アギトアリの新女王を採集したのはこの時が初めてでした。肉食性が強いアリということで、最初の食事は、小バエを与えました。またこのアギトアリがこの特徴的な大顎を使ってどのように、獲物を捕まえて食べるのかというのも早く見たかったというのもありますね。この時与えたのは死んだ小バエだったんですけれども、このアギトアリの新女王は、恐る恐るというか慎重にというか、少しずつ小バエに近づいて、この大顎を使って攻撃を仕掛けていきます。この攻撃はですね、当たっているのかどうかちょっとわからないところではあるんですが、何度も攻撃を仕掛けていきます。ただ最終的にはこの打撃ではなくて、大顎を器用に使って、小バエをつまむということが分かりました。このような感じでですね、最初の食事シーンを観察させてもらいながら、アギトアリの飼育をスタートさせました。アギトアリをはじめとするハリアリの仲間は、絶食に弱くて、例えば腹部に、食物を貯めておくということがあまりできない種類なので、餌を頻繁に与えてあげる必要があるというのは、情報として知っていたんですけれども、我が家で飼育をしている他の一般的な種類が、1週間に約1回ぐらいの給餌の頻度に対して、アギトアリ、3日に一遍ぐらいの給餌の頻度にしていました。与えていたのはミルワームを中心として、時折山で採集してきた小さな昆虫などを与えていました。アギトアリの女王は、こういった飼育環境の中で産卵を始めてくれました。多い時には、巣内に10個ほどの卵がある状態になっていたんですけれども、結局、女王はですね、卵を食べてしまって、卵がなくなったりまた産卵したりの繰り返しでした。一つはですね、ミルバームなどを与えても、これを、ちゃんと食べているのかどうか、もしくはこれ以上、餌の頻度を上げる必要があるのかどうかっていうことの、手応えがあんまりちょっとわからなかったというのがあって、1年目はこの卵を産んでは、食べてしまうというのを繰り返しのまま、1年を終えることになってしまいました。ということで1年目の管理は、給餌の頻度が3日に1度程度、冬場は7日に1度程度ですね。結果は産卵と食卵の繰り返しということになりました。それでも生き延びてくれたアギトアリの女王、冬を越して再び産卵を開始してくれました。この時点で、やはり餌の頻度が少ないと考えて、ここからは毎日餌をあげていくことにしました。6月、
ついに待望の幼虫が孵化しました。女王を採集してからすでに1年ほどが経過していますが、幼虫が孵化したのはこれが初めてです。初めて見るアギトアリの幼虫。幼虫の体にはトゲトゲのようなものが生えています。この特徴はハリアリの仲間などにはよく見られる特徴です。幼虫はこうしてケースの壁面についていることが多く、石膏面に直接置かれていることは少ないです。これは何か食べてるんですかね。幼虫の頭は下側にあります。何か餌を食べているのか、もしくは卵を食べているようにも見えますね。あるいは脱皮をしているんでしょうか。初めて見るアギトアリの幼虫の行動に興味が惹かれます。巣内には幼虫の他にもたくさんの卵が生まれています。毎日餌を与えるようになってから卵が食べられることは少なくなりました。女王も依然として元気です。画面右上の方に幼虫が張り付いていますが、幼虫が結構動くんですね。また動きましたね。これは餌をねだっているのか、どういった意味がある行動なんでしょうか。これほど動くのは、我が家で飼育している他のアリたちには見られない行動です。かなり、アギトアリの幼虫は活発に動くようです。3日後、幼虫は2匹に増えていました。左側の小さい方が新しく孵化した幼虫ですね。どちらの幼虫もよく動いています。そして、先に、孵化した方の幼虫です。よく動いていますが、大きさもちょっと大きくなってますね。こちらが新しい方です。まだ小さいですね。さらに巣内には卵が結構ありますね。15個ぐらいあるでしょうか。さらに6日が経ちました。2匹の幼虫たちはあっという間に大きくなりました。1匹目はかなりのボリュームですね。女王の腹部よりはもう大きいサイズになってるんじゃないでしょうか。2匹目もあっという間に大きくなりましたね。とても速いスピードで幼虫たちは成長していきます。そして1匹目の幼虫のすぐ左側に、これおそらく3匹目の幼虫が孵化しているようです。女王頑張りましたね。もうすぐでワーカーたちに囲まれる日々が訪れるでしょうか。アギトアリには毎日、餌を与えていますが、主な餌はシロアリです。それに加えて、時折ミルワームや、コバエなどの小昆虫を与えています。今幼虫が、お腹に餌を抱えて、直接餌にかじりついています。かじりついているのは餌として与えたシロアリです。ちょっと早送りで見てみましょう。器用に体を動かして餌にかじりついていますね。本当によく動く幼虫なので、こういった場面を観察するのもとても楽しいです。あっという間にほとんど食べ尽くしてしまいました。毎日シロアリを与えても翌日には跡形もなく食べられています。幼虫の食欲はとても旺盛ですね。それぞれの幼虫が毎日シロアリを1匹ずつ食べると考えると、餌を与える量も、目安が少し見えてきました。幼虫の数が、3匹だったらシロアリを3匹与えるような感じで、イメージしていくと、ちょうど良さそうな気がします。
この日はミルワームを与えました。ミルワームだとうまく食べられるんですかね。やはりシロアリの方が、食べきりサイズのような感じで、食べやすいのかなと、感じています。女王が加えているのはやっぱり幼虫ですね。これが3匹目の幼虫になります。また大きく育った幼虫たちは、1匹が壁面に張り付いています。幼虫のサイズが大きくなるにつれて、壁面に張り付く幼虫の姿というのは見ることが少なくなってきます。やっぱり重いからですかね。どちらかというと石膏面の方に移動されていることが多くなったような気がします。6月17日、幼虫が体を伸ばした姿勢で、石膏面に横たわっていました。今までに見たことのない体勢なので、何か変化を感じさせます。もしかしたら繭などになろうとしている時期が近いのでしょうか。また幼虫たちは日々女王から世話を受けています。今これは、幼虫が女王に体を掃除してもらっている場面ですね。大きな顎で幼虫をくわえながら、体の隅々を、掃除してあげています。女王の、愛情が感じられる微笑ましい光景ですね。さらに1週間が経ち、アギトアリの巣内に異変が起こりました。最も成長していた幼虫が黒ずんで動かなくなっています。もうこれは死んでしまっていますね。餌をよく食べ、成長も順調にしていた幼虫だっただけにとても残念ですが、この原因は何だったのでしょうか。幼虫が死んでしまった原因は、繭を作るための足場がなかったことが原因だったようです。アリは繭を張るための足がかりとして、ゴミや木くずなどを使って繭を張り始めるという行動があるのですが、アリの種類によっては、足場がなくても繭を作るアリもいますし、足場がないと繭を張れないという種類もいます。アギトアリはどうやら後者だったようです。2匹目の幼虫です。口から何か黒い糸のようなものを出しています。おそらくこれも繭を張るための糸を出そうとして、足がかりがなく繭を張れずにこのまま固まってしまったものと思われます。繭を作る足がかりとしてクワガタマットを入手して、巣の中に急いで入れたんですが、どうやらこの2匹目の幼虫までは間に合わなかったようです。アギトアリの飼育情報として、この繭を作るための足場がないと幼虫たちが繭を張れないという記事は読んだことがあったのですが、どの程度この、繭の足場が必要なのかという感覚がなくて、足場を用意していませんでした。これまで順調に育ってくれた幼虫たち2匹には本当に申し訳ないことをしてしまったのですが、繭を作るための足場は 100% 必要であるということを痛感し理解することができました。クワガタマットを敷いてから5日後、ついに繭が誕生しました。まだ木くずにまみれた状態ですが、アギトアリの繭が確実に出来上がっています。やはり、必要だったのはこの繭の足がかりだったんですね。本当に最初の2匹には申し訳ないことをしました。出来たての繭です。
まだ木くずにまみれ、少し中も動いているのわかるでしょうか。茶色い繭を作るというのも珍しいですよね。この辺もアギトアリの特徴なのではないかなと思います。ハリアリの仲間だと結構そういった、色のついた繭が多い印象ですね。最初の繭ができてから約3週間後、アギトアリの巣内には2つ目の繭が誕生しました。幼虫が1匹また1匹と成長を続けてくれていたんですね。右側にあるのが新しくできた繭です。若干ですが左の繭よりも色がまだ薄いですね。2つ目の繭ができ、ワーカー誕生に向けて一歩一歩前進してきている感じがしてきましたが、左側にある、最初にできた繭は3週間経った今もまだ羽化する気配はありません。2つ目の繭ができてから約1週間、最初の繭ができてからは約1ヶ月、ついに待望の瞬間が訪れました。アギトアリの初ワーカーの誕生です。こちらが羽化したばかりのアギトアリの初ワーカー。色がまだ薄いですね。全体的には黒っぽくなるアギトアリですが、やはり羽化したばかりはまだ色が薄いようですね。特に大顎や腹部の節の部分などはオレンジ色で、この辺りは特徴的です。まだ生まれたばかりの弱く儚い初ワーカーですが、同時に幼虫の時のサイズを想像すると、よくここまで大きなワーカーになったなとも感じます。また、ちゃんとアギトアリの形をしているというのも面白いですね。女王を採集してからは1年以上の時間が経過してしまいました。この間、女王はよく頑張ってくれたなと思います。ワーカーが羽化し、もう一つ繭があり、さらに卵も、いくつも控えています。これからコロニーは、発展していってくれるでしょうか。今回ようやくワーカーの誕生までこぎつけることができたこのアギトアリ。他の種類のアリを飼育するときに比べて特に気をつけなければいけないところは主に2点あったような気がします。一つは、給餌の頻度。毎日餌をあげることで食卵を防ぎ、幼虫や、繭が誕生するというところまで、持っていくことができたのではないかなと思います。もう一つは、繭を作るための足がかりとしての、クワガタマットなどの、素材ですね。これがないと、幼虫たちは繭を張ることができずに死んでしまうということを痛感しました。逆に、足場さえ用意してあげれば、スムーズに繭を張ることができたようです。これらの2つのことはアギトアリの飼育情報としていろいろ調べれば知ることができる部分ですが、今回は1年間の実際の飼育を通して、知ることができたのが大きな経験になったなと感じています。引き続き、2匹目のワーカー、3匹目のワーカーが羽化していくように注意深く、飼育を続けていきたいと思っています。ということで今回は、苦節1年のアギトアリの飼育の様子をお届けしました。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。